じじゃ不気味度を魅力じゃ。今回はセガサターンのクロックワークナイトリパルッチョの福袋じゃ。いよいよ物語はクライマックスということで、下巻のステージ3と4、全体でいうとステージ7と8、そしてエンディングまで一気にプレイするのじゃよ。何者かにさらわれたオルゴール人形チェルシーを夜明けまでに助け出さないとおもちゃたちは二度と自由に動けなくなってしまう。玄米仕掛けの人形ドンガラド・ペカルッチョ3世がチェルシーを助けるためライバルの神社と共に冒険に旅立ったというのが簡単なあらすじじゃ。ステージ7はバスルーム、つまり浴室じゃな。洋館のキッチンと同じように滑りやすかったり水に落ちるとダメージを受けてしまうのじゃ。わしが苦手なタイプのステージなんじゃよ。でもこのアヒルはかわいいな。洋館にはなかったこの波が来るような表現も良いな。全身が水に浸からないようできるだけ高い場所にいるようにするのじゃ。ここは奥にトランプと金のネジが入った卵があるのじゃが、素早く行って戻らないと波に飲まれてしまう。波が引いた瞬間にダッシュして素早く戻るのじゃ。これでライフゲージがネジ4つ分になったのじゃよ。今回も基本的には隠しゴールメインで進めていくのじゃ。2巻から新しく加わった要素であるトランプカードについてもコンプリート目的のプレイはしないのでらしからずじゃ。風呂場にすごいものが置いてあるな。頭皮マッサージ用のブラシかな。カメさんもかわいいのじゃ。ドンガラの住所であるプルンツが言っていたジョーロというのはどこにあるんじゃろうか。これがジョーロと数社じゃな。落ちると戻ってやり直しになるようじゃ。よし、今度は最後まで行ってたのじゃよ。
膨らむアヒルさんも良いな。というわけでステージ7のエリア1はクリアじゃ。続いてはエリア2じゃ。前回のステージ5に続き、このエリアはトンガラの相場じゃなくてアイロバであるバロバロに乗って進む強制スクロールステージじゃ。攻撃もトンガラよりリーチが長いのでなかなか便利じゃな。このクジラの置物で奥と手前のラインを行き来できる。ちょっと分かりにくいので注意じゃ。ライン移動をしたくないときはクジラをジャンプでかわせばいい。あとは前回同様標識に注意して穴に落ちないように注意じゃ。基本的にはクラインで行くのじゃよ。下から飛び出してくるサメはジャンプでかわすのじゃ。そしてここで上の道に行くと隠しボールじゃ。隠しボールではトンガラのライバルであるジンジャーの相場シルバーが登場する。ボス戦の場所に銀のネジを置いてくれたのじゃよ。これでちょっとボス戦が楽になるのじゃ。ステージ7のボスはキャプテンオクトパスじゃ。その名の通りタコみたいな敵じゃな。ソリティアのアドバイス通り足をひたすら攻撃するのじゃよ。このボス戦の最大の敵はなんといっても足場の不安定さじゃ。水に落ちただけでダメージを受けるのに加えて足が投げてくる爆弾、
そして奥から撫でてくるスポンジは同じ足場に長時間いると避けられないので、できるだけ頻繁に移動した方がいい。あとは虫が出現する場所を探してひたすら攻撃じゃ。下に落ちまくってるのじゃよ。ギリギリ倒せたのじゃ。一番の強敵かもしれないのじゃ。続いて最終ステージであるステージ8じゃ。最後にふさわしくクロックタワー時計塔という本作のタイトルにもちなんだ場所が舞台じゃ。しかしこの時計塔まであるとはすごい豪邸じゃな。しかもここはトンガラの祖父であるガハルックが行方不明になった場所らしい。最終ステージだけにリミットや行動もなかなか複雑になっている。ジャズ調の BGM がおしゃれじゃな。なかなか敵の配置がいやらしくなっているのじゃよ。ここで歯車の回転の方向を変えることができる。実はそれによってこの隙間に入ることができるようになるのじゃ。これもある意味隠しルートじゃな。ここはもう家の外になるのじゃな。雨が降っているのじゃがトンガラは錆びないのじゃろうか。雨の方がよっぽど錆びそうなのじゃよ。ここも歯車の回転方向を変える装置じゃ。予知的な仕掛けを避けつつこの箱を開けて進むルートを選ぶ。再び外に出て先ほどと同じような景色じゃがちゃんと違う場所じゃ。素直にあの箱に入るルートもあるがここは隠しルートがある。スーパーマリオとかを彷彿とさせる隠しルートじゃな。アイテムはしっかりいただきつつ次のエリアへ向かう。ここは左にも行けるのじゃが今回は右に進む。この辺りからかなり足場が不安定になっているので落ちないように着実に進むのじゃ。
1本分の足場はあまりに厳しすぎると思うんじゃよ。なんとか抜けられたのじゃ。初めてゴールボーナスをゲットしたのじゃよ。続いてステージ8のエリアにじゃ。通常ステージはこれが最後じゃな。ジンジャーの従者であるルポンの言う通り、かなり複雑な構造の上に隠しゴールが2つあるというのがポイントじゃな。このプルンチョが探しているというのが実は隠しゴールのヒントなんじゃよ。まずは勢いよく落下するところからスタートじゃ。途中にいろいろアイテムもあるのじゃが、敵もいるのでかなり運任せじゃな。下まで降りたら左側に箱があるが、ここにはあえて入らない。実はここを押すと隠しルートがあるのじゃ。落下した先にはプルンチョがいる。左側に去っていくプルンチョを追いかけるのじゃが、一度でも画面外に行ってしまうとそれで隠しルートの一つは失われてしまう。ダッシュしながらさらにノーミスで追いかける必要があるのじゃよ。プルンチョを見失わずにここまで来れば成功じゃ。巨大な鍵が登場し、隠しゴールへの道が開ける。そしてここにはもう一つの隠しゴールへの通路もある。ここにあるロケットに触れると、それがもう一つの隠しゴールなのじゃ。あの巨大な鍵が出ていないと、ここの箱には入れないのじゃよ。この歯車の足場がどの辺りから判定があるのかわからなくて怖いんじゃよ。意外と奥から判定があるので厳しくはないのじゃが、 3D というのはこういう時なかなか感覚がつかみにくいのじゃ。ここは奥からロケットが飛んできているので時間差で当たらないように注意じゃ。ひたすら上を目指すのじゃ。この辺りは本当に足場が狭くてヒヤヒヤするのじゃよ。あ、またやり直しなんじゃよ。ダメだこりゃ。まあ落ちたらすぐ死ぬというわけではないからまだましと思うしかないな。落ち着けはし
慎重に行くのじゃ。よし、なんとか抜けられたのじゃよ。しかし、またこの歯車があるというのはつらい。さすが最終エリアだけに厳しいのじゃよ。さっきと同じだからな、落ち着いていくのじゃ。なんとかたどり着いたところで、隠しボールのためにこの壁の上に向かう。失敗した。もちろん落ちた先にある箱に入ってもよいのじゃが、その場合は普通の隠しボールにしか行けないのじゃ。本当の隠しボールに行くためにはもう少し工夫がいるのじゃよ。また落ちてしまった。スマートなプレイでなくてすまんな。この天井から下に落ちた時に左側に方向キーを入れっぱなしにするイメージじゃ。すると下に降りずに左側のパイプに入れるようになる。見えないからちょっとわかりにくいのじゃが、ここはアイテムが大量にある隠しルートじゃ。体力回復やライフゲージが増える筋肉、残機数アップなど最終決戦に向けてこれでもかというくらいのアイテムがあるのじゃ。ただ落ちると死ぬのではしゃぎすぎないようにな。さらに箱には入らず、ここの隠し床から落ちると隠しボールでクリアじゃ。ここではドンガラのライバルであるジンジャーが待っている。前から思っていたんじゃが、ジンジャーはこの冒険の目的がチェルシーを助けることだというのを忘れているんじゃなかろうか。別にジンジャーと決着をつけるために戦っているわけではないのじゃよ。やはりジンジャーは何か大事なものを見失っている気がする。いわゆる手段と目的が入れ替わっているというやつじゃな。何はともあれ、いよいよステージ8のボス戦じゃ。ボスはキングギアーズじゃ。オネオンのヒントの通り、敵キャラをぶつけてダメージを与えるのじゃよ。背景にはお城があるなど、なかなか荘厳な雰囲気じゃな。上
正門から現れる雑魚キャラを倒していると、突然城が変形し始めたのじゃ。叩きつけられた衝撃で大時計の前にステージが移動する。まさにクロックワークナイトのラストステージにふさわしい舞台で盛り上がるのじゃよ。時計の奥から城が変形したボスキングギアーズの登場じゃ。キングギアーズのダメージポイントは攻撃してくる両腕と頭部じゃ。攻撃を避けつつ腕にダメージを与えるのと、あとは時々登場する雑魚キャラをうまく使って頭部に当てるのが効果的じゃ。敵の攻撃は片腕ずつ掴みかかってくるだけでなく、両手が同時に来た時は左右に振り払ってくるのでジャンプでかわすのじゃよ。おそらく腕より頭部の方がダメージが大きい気がするのじゃ。なんとか倒したのじゃ。ちなみにこのボスに限らず難易度が上がるとボスの攻撃パターンが増えるので、結構新鮮な気分でプレイできるのじゃよ。そしてもちろんこれで終わりではないのじゃ。ラスボスを倒しチェルシーを助けるのがルパルッチョの冒険の目的なのじゃよ。ラスボスはチェルシーを尻尾に抱えたままの巨大な恐竜メカじゃ。頭部のところに何か人がいるみたいじゃな。なんとなくドンガラの祖父のバルックに似ているような気がする。尻尾が当たるとダメージを受けるらしい。何回かダメージを与えるとバラバラになり、頭部だけで攻撃をしてくる。炎をまとったりしているのでなかなか近づきづらい。攻撃のチャンスはこの回転しながら炎を吐いてくるときじゃ。タイミングを合わせてジャンプ攻撃するとしばらくダウンするので、ここぞとばかりに攻撃する。ラスボスを倒したのじゃよ。なんかどう見てもバールックだったな。ドンガラの祖父がこの事件の黒幕だったのじゃろうか。バールックもまた何者かに操られていたようじゃ。
ヒンジャー本人も知らなかったらしい。主人公トンガラの力で目覚めるわけではないというのがちょっと斬新じゃな。何はともあれ一件落着じゃな。朝が来るまでにチェルシーが戻らないといけなかったはずじゃが、間に合ったんじゃろうか。というわけで無事にクリアじゃ。キャラクターはもとよりゲーム中のギミックやグラフィック、音楽といずれもグローバルを意識した手を抜かない作りでクオリティが高く、実は国内より海外での評価が高い作品じゃ。海外では今もなお続編を待ち望むファンが多いといった話も納得じゃな。コンセプトが明快なので時代を経ても古く感じさせない普遍的な魅力があるとわしも思うんじゃよ。登場人物を一人ずつ紹介してまさに大団円じゃな。ダークパワーとやら何だったのかは結局わからないままだったのがちょっと残念じゃよ。前回も言ったがやはり魅力的なライバルを作れなかったのが続編ができなかった理由の一つだと思う。あとはこの世界観がそもそも戦いとかに向いていないというのもあるかもしれないな。ちなみにこの最後の結婚式ムービーはハードモードをクリアした場合のみのスペシャルムービーなのじゃ。そして下巻のエンディングでは上巻と同様にソリティアが歌う名曲「アララバイ・子守歌」が流れる中のスタッフロールがあるのじゃが、福袋では残念ながらこれも省かれてしまっている。今回は特別に編集で追加したのじゃよ。
イラストコンテストの作品も掲載されていて、微笑ましいな。本作の音楽を担当した紫博文氏はメガドライブの改作「ハハリマナダ」を手掛けた後、ドラゴンフォースやビクトリーゴールシリーズの作曲を手掛けるなど幅広い作品で活躍されている。さらに本作の楽曲のボーカルを担当した小坂美澄氏はガリバーボーイや名探偵コナンの曲も歌い、今はボイストレーナーとしても活躍している実力派ボーカリストなのじゃ。このように多くの才能ある人たちの手によって丁寧に作られたまさに良作だとわしは思うのじゃよ。なお、福袋ではクリアをした回数によってタイトル画面の登場人物が増えていくのじゃ。
最後は本作らしい賑やかなタイトルになるのじゃよ。ということで今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。